どうも、じゃあギターショップトニークの小沢です。今回はギブソンレスポールについてやっていこうと思います。代表モデルであるレスポールスタンダードと、さらにこのレスポールスタンダードをより高級にした最上位機種であるこのレスポールカスタムですね。これらちょっと比較していこうと思うんですけども、これまでですね、レスポールスタンダードとレスポールスペシャルとか、レスポールスタンダードと SG とか、ギブソンの中の代表機種を比較してきたんですけども、今回このスタンダードとカスタムが店頭にありますので、それら比較してサウンドチェックもやっていこうと思います。なんと今回この2本どちらもギブソンのカスタムショップ製なので、エレキギターの代表ブランドの最上位に位置するラインで作られた2本が、ありますので、音だけでもめちゃくちゃ楽しめる企画になっていると思いますので、よろしければ最後までご視聴ください。まさかこういった比較でカスタムショップのスタンダードとカスタムが比較できるとは思わなかったので、めちゃくちゃテンションが上がっております。ということで早速やっていきます。本編へどうぞ。まずはじめにギブソンレスポールスタンダードとはどういったギターなのかというところをやっていこうと思います。1952年に登場したエレキギターですね。ギタリストであるレスポールさんのシグネチャーモデルとして登場します。登場した頃はですね、こういったサンバーストカラーのフィニッシュではなくて、ゴールドトップかつ P90 のピックアップを搭載したという風なスペックでしたね。非常に高級感のあるルックスでした。で、木材見ていきますと、アーチのかかったメープルトップとマホガニーバック、マホガニーネック、ローズウッド指板というような組み合わせで、ボディとネックにはバインディングが施されておりまして、指板のディッシュインレイだったりとか、ヘッドのギブソンのパールロゴだったりと、工芸品のような、ルックスを備えております。スケールが 24.75 インチでミディアムスケール、セットネックジョイントです。1956年にですね、現在と同様のチューマチックとストップテールピースのブリッジに変更されます。その後、1957年からこちらのハムバッカーというものが搭載されまして、通称 PAF と呼ばれる伝説のピックアップなんですけども、現在だとその PAF 単体で数十万数百万すると言われるほどのめちゃくちゃ希少なピックアップとなっております。その PAF を元に様々なブランドがハムバッカーをリリースしているという風な形ですね。1958年から60年までサンバーストのフィニッシュが採用されまして、その時期のものっていうのはもう全ギタリストの憧れといいますか、通称バーストとして知られている伝説的なギターたちですね。元々の生産本数も少なくて、かつ、レスポールってそのネックが折れてしまったりとかっていうので、残っている個体が非常に少ないということで、希少価値が非常に高まっているというような話です。今、一番安いものでも何千万からめちゃくちゃ綺麗なものとかだと奥まで行ってるっていう風な噂を聞いたことがあります。世界一有名なヴィンテージギターといっても過言ではないと思いますね。その後、1960年にはですね、現在でいう SG のシェイプにモデルチェンジしまして、1968年からこのスタイルで再生産がスタートするんですけども、その際はゴールドトップかつ P90 に搭載しておりました。エレキギターの超代表モデル、ギターといえばこれみたいな形のモデルだと思いますね。フレームの木目めちゃくちゃかっこいいですし、サンバーストのカラーとかも時期によって退色していったりしてレモンバーストになってたりとかっていうのもめちゃくちゃかっこいいですね。逆にチェリーカラーが残っているものもすごい美しかったりっていう風な、一度は手にしてみたいという風なものだと思いますね。レスポールスタンダードを愛用しているアーティストなんですけども、ジミー・ペイジとかエリック・クラプトンとかジェフ・ベックとかスラッシュ、ジョー・ペリー、松本隆弘さん、トム・ショルツ、ゲイリー・ムーア、カーク・ハメット、ヒデさん、奥田民生さんなどなどですね、これまで出てきた名前の人ってほぼほぼ58年から60年のレスポールを自身が所有して様々なライブとかレコーディングとかで使用してるその人の代名詞みたいなものになってると思うんですけども、それこそギブソンから公式でシグネチャーモデルで出たりとかっていうのも全然ある方々なんですが、その中でもちょっとびっくりしたのがブレイノ久志さんとかトトのスティーブ・ルカスだとか、あの辺りの方も号泣を所有しているみたいで、なかなか意外でしたね。スタンダードを持っている方っていうのは割と同時にカスタムも使っている印象がありますね。今回使用するモデルはこちらギブソンカスタムショップ 60th アニバーサリー1960レスポールスタンダード V3 ですね。こちらはギブソン最上級のカスタムショップ製でして、1960年製のレスポールスタンダードの誕生60周年を記念して制作された特別な一本です。1960年製のレスポールっていうのが大まかに3種類に分けられるんですけども、その中で最も後期の仕様を持った V3 という風なモデルです。V3 だとネックのシェイプが非常にスリムになっております。木材とかコントロールとかに関しては先ほど紹介した通りなんですけども、このモデルで60周年記念ということでセレクターのパネルが特別なものが採用されております。この60年のレスポールってなるとトップの部分にですね、メタルのプレートが取り付けられてるんですけども、それが剥がされているのでパッと見号泣っぽいような感じになってます。価格が中古で77万円で販売中でございます。このモデル、先ほど V3 とお伝えしたんですけども、本当にネックシェイプがスリムで、レスポールってやっぱネック太いみたいなイメージがあると思うんですけども、その中でもこのモデルに関しては非常にスムーズな演奏性を持っていて、かなりテクニカルなプレーとかもしやすい一本だと思いますので、割と普段から弾きやすいモデルを弾かれている方にも一度触ってみていただきたい一本ですね。
続いてレスポールカスタムとはどういったギターなのかやっていこうと思います。こちらは1954年にレスポールスタンダードの上位モデルとして登場します。タキシードに似合うギターというのがコンセプトだそうで、主な違いで言いますと、先ほどのスタンダードがマホガニーバック、メイプルトップのボディだったのに対して、こちらはオールマホガニーの仕様になっております。塗りつぶしのこのブラックカラーだったりとか、バインディングですね。マルチバインディングと言いまして、何層にもなっているようなバインディングが取り付けられております。ハードウェアがゴールドのものを採用していたりとか、指板インレイ、1フレットからのブロックインレイだったりとか、ヘッドストックのこのダイヤモンドインレイですね。はい。指板がローズウッドではなくエボニーを採用していたりとか、ピックアップですね。登場時がこのアルニコ5のピックアップと P90 ピックアップという風な組み合わせです。レスポールモデルではあるんですけども、非常に華やかでゴージャスな仕様になってますよね。レスポールスタンダードの方では、チュオマチックプラスストップテールピースブリッジっていうのは56年からだったんですけども、レスポールカスタムは1954年からもうこの仕様で登場しております。従来のモデルと比べてイントネーションが合わせやすくて、かつルックスもちょっと異なるものになっておりました。この頃のレスポールスタンダードっていうのはゴールドトップだったので、ゴールドトッププラスゴールドのハードウェアっていうのはなかなか攻めた組み合わせになると思うので、ブラックで塗りつぶしたカラーだからこそのこういったゴールドのハードウェアが入るようなルックスだと思いますね。レスポールカスタムも1957年からハムバッカー PAF が搭載されるようになりますね。でレスポールカスタムに関してはハムバッカーを2機ではなくて基本的に3機搭載しておりました。そしてその後1960年には今でいう SG にモデルチェンジされまして、1968年に再生産がスタートするんですけども、その時はですね、マホガニーバックでメイプルトップでハムバッカーを2機搭載したというようなスペックになっておりまして、いわゆる黄金期のレスポールのサウンドを目指すのであればカスタムの方が人気があったのではないかなと思います。まさに最上位モデルにふさわしいゴージャスさですね。はい。このスタイルに憧れたギタリストっていうのはたくさんいるんじゃないかと思いますね。こちらのレスポールカスタムをですね、愛用しているアーティストなんですけども、ピーター・フランプトンとか、ロバート・フィリップとか、エース・フレイリー、ランディ・ローズ、ジョン・サイクス、ザック・ワイルド、鮎川誠さんなどなどですね、アニメアイコンとしても結構知られている側面がありまして、レスポールスタンダードは軽音だったりとか、レスポールカスタムはポッチちゃんが使ってたりとか、アニメのブームによって人気がドンと上がる瞬間が多いのも特徴だと思いますね。スタンダード、カスタムと来てますので、もしかすると次はトラディショナルとかデラックスとかクラシックがフォーカスされることもあるかもしれないですね。パッと見分けつかないと思うんですけども、そういうのがあったら面白そうだなと思います。今回使用するモデルがこちらですね。ギブソンカスタムショップヒストリックコレクション1954レスポールカスタムですね。はい。こちらは登場した当初の1954年の仕様を再現したモデルですね。レスポールカスタムの初期仕様ということで、めちゃくちゃかっこいいルックスに仕上がっていると思います。こちらは非売品ですね。はい。うちの村井の私物です。この動画のためにお借りしました。そんな感じでサウンドチェックに移りたいと思うんですが、大きな違いをおさらいしていこうと思います。まずはボディの木材が違いまして、あと指板材の種類、あとはネックシェイプだったり、ピックアップだったり、細かい装飾も変わってはくるんですけども、音に直結する部分で言いますと、そのあたりかなと思いますね。はい。同じレスポールというモデルではあるんですが、どれだけ音が違うのかっていうところを今回クリーンとクランチとドライブでやっていこうと思いますので、よろしければ音聞いてみてください。
それぞれ音聞いていただきました。いかがでしたでしょうか？めちゃくちゃ良かったと思います。もう根本的にサウンドの傾向っていうものは近しいものがあるのかなと思ったんですが、太さだったりサスティの艶やかさだったりっていうところはある中で、よりこう歌う伸びやかなトーンっていうところで言うと、こっちのレスポールスタンダードの方でより太く木の生々しさを感じられるような立ち上がりの速いサウンドで言うと、こっちのカスタムなのかなと思いましたね。シングルコイルかハンバッカーかとか、あとはエボニー指板かローズウッド指板か、ボディ材オールマホなのかメーブルトップマホバックなのか、それらの違いがかなり大きく出ていたんじゃないかなと個人的には思いますね。根底にあるレスポールらしいサウンドっていうものはしっかりあったという風な印象です。めちゃくちゃ贅沢な弾き比べだったと思います。王道のスタンダードと高級感のカスタムっていうところで、同じこう形でも装飾でここまで印象って変わるんだなとも思いますね。もちろんサウンドも違ってはいたんですが、ルックスにおいてもかなり雰囲気が違うなと思いましたね。カスタムやっぱり一度は憧れるんじゃないかと思いました。個人的にはですね、ハードロック大好き人間なので、白いレスポールカスタムにはずっと憧れ続けてて、いつか手に入れられたらなと考えておりますね。ということで皆様いかがでしたでしょうか？こっちのモデルが良かったとか、今度これも比較してとか何やらありましたらぜひコメントしてみてください。ということで本編終わり。ちょっと前に健康診断に行ってきまして、何回目だろう、もう4回ぐらいですかね。この会社に入ってから初めて健康診断をやりまして、それまで社会人とかやってなかったんで、そういったもの無縁でやってたんですけども、それで最初にやった時ですね、人生初の健康診断みたいな感じでちょっとそわそわしながら行ってたんですけども、その時血圧がですね、確か150いくつとかかなりの数値を叩き出してて、おそらくそのちょっとしたこう緊張感みたいなものもあって高かった可能性もあるんですけども、そこからちょっとずつこう良くなってきてて、で理由的に言うと、お昼のカップラーメンをやめて、でしかもそのカップ麺に残ったスープに米を入れて最後雑炊にして食べるみたいなのを、ここで働いてる時、9店舗の頃が多かったですかね、その時によくやってて、スープ会員のカップ麺だったんで、非常にこう塩分を取りまくっていたと。でかつ日々の晩酌も大好きだったんで、それもやってたんで、とんでもない数値になってはいたんですけども、そこからカップ麺をやめて、そうすると140ぐらい、多分130後半ぐらいだったかな、それまで下がったんですよね。よかったよかったと思って、ただそれでもずっとお酒は飲み続けてたんですけども、今回の健康診断の時は僕その半年ぐらいお酒を控えてまして、飲むとしても週1ぐらい、週1飲まない時もあるみたいな感じで過ごしてたんですけども、そうした結果なんと122というとても素晴らしい数値を叩き出しまして、血圧計をこう見た時に最初こうぐんぐん上がっていくじゃないですか。で150とか160まで一瞬上がって、そんぐらいいってるかみたいなって思ったんですけど、最後結果パッて出た時に122って出て、えってなって、そのちょっと嬉しくて、看護師さんにめっちゃ下がりましたみたいな話で、変えたんですかみたいな言われて、いや実はお酒やめたんですよみたいな言って、それが一番ですからねみたいな感じでニヤニヤしながら喜びを伝えるみたいな知見がありましたね。血液検査とかの結果とかはまだ出てないんですけども、これまで肝臓もずっと A 評価をいただいてますので、今年も A 評価であればいいなと思っております。だんだんちょっとこう年も重ねてきてるので、より一層健康に気をつけて生きていければなと思っておりますので、皆様の血圧の話とかありましたらぜひコメントしてみてください。ということで、この動画が面白かったという方は、いいねとチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。いつも見てくださってる皆様本当にありがとうございます。感謝しております。Twitter、Instagram、Facebook 各種やっておりますので、そちらもぜひチェック、フォローよろしくお願いします。横浜市西区平沼 1-4-8 丸山ビル1階ですね、ギターショップトニーク営業しておりますので、ぜひ遊びに来ていただければと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。